はい、石川正義です。皆様にも大変ご心配をおかけしたと思うんですけども、少しずつ体の調子も良くなってきて、体も動かせるようになってきたので、ちょっとずつ手のかかるものもしていこうかなと思ってるんですけども、今回はチーズタルトを作っていこうかなと思います。構成としてはパートシュクレというねタルト生地と中に流し込むチーズクリームになります。タルト生地が苦手だなっていう方はグラハムクッキーを砕いたものだったり、前回のレアチーズの動画で使ったシュトロイゼルなんかをね敷いても全然大丈夫ですね。では早速タルト生地から作っていきます。バターはあらかじめ室温で柔らかくしておいて、そこに粉糖を加えて混ぜていきます。グラニュー糖でもいいんですけども、グラニュー糖のね粒が溶け残って焼いた時にね粒が見えたりするので、できれば粉糖を使った方が僕は好きですね。これは粉気がなくなるまで混ぜれば良いです。ではそこに塩を一つまみ加えて混ぜます。塩味はね全体に均一に入っているよりも、塩の粒が溶けずにところどころアクセント的に塩味を感じるって方が僕は好きなんで、あえて少し粗めの海の塩を使ってますね。次は全卵を 2,3 回に分けて混ぜていきます。1回卵を加えるごとにバターと卵がプリッとして乳化状態になるまで混ぜます。乳化状態になりにくい方はバターの温度をバターが溶けない範囲内で上げてあげると乳化しやすくなるかと思います。バターの温度が上がるとバターが抱き込める液体の量が増えるんですね。それで乳化しやすくなります。では薄力粉とアーモンドプードルをふるって混ぜていきます。これは粉が混ざりきるか混ざりきらないかギリギリのとこで混ぜるのをやめます。このまま練っていけばもっときれいに滑らかになるんですけど、この後の工程でも練ったり伸ばしたりするので、その過程でもどんどん混ざっていくので、練りすぎるとカチカチの生地になってしまうんですよね。なので一番最後の食べる時の口当たりを良くするために混ぜすぎないようにしていきます。表面は少しザラッとしているくらいのこの状態ですね。ではできた生地をラップに包んで冷蔵庫で1時間ほど冷やします。では生地を冷やしている間に空焼きに使う紙を準備していきます。型の底と側面の長さをカバーできる紙を準備して、それを2つ折りにして、それをまた半分に半分にという感じで中心が頂点となるようにどんどんと持っていきます。で底と側面をカバーする長さを残して外側は切ってしまいます。でなんとなく円の形になるんですけども、このままだと型に沿ってくれないので、円周から中心に向かって数箇所切れ目を入れていきます。こんな感じですね。これを後ほど敷いていきます。では十分に冷えたタルト生地を伸ばしていきますね。まずはラップをしたまま台に押し付けて、固まって硬くなっているところをほぐしてあげます。
この時にラップを破らないように注意は必要です。手で触った感じで塊がなくなったら、ラップを剥がして軽く練って硬さを均一にします。形をなんとなく丸くしたら、ペーパーで挟んで綿棒で伸ばしていきます。で、丸い形に伸ばす時には小刻みに生地を回転させながら伸ばしていくと丸くなりやすいですね。で、型紙と同じぐらいの大きさに伸ばせたら、生地の厚みを3ミリ程度に合わせて冷蔵庫で一度冷やし固めていきます。生地の横に一定の厚みのものを置いて伸ばすと綺麗な厚みになるかと思います。では型に生地を敷いていきますね。型に敷いていくときは生地がカチカチすぎずに、ある程度曲がるぐらいの硬さに調整しておきます。型の上に生地をかけて、まずはそこに生地を沿わせるために側面になる生地を緩く型の中に入れてあげます。次は緩く型に入れた生地を側面に沿わせていくんですけども、角にね当たるところを折りながら角に生地を沿わせて、その後側面をくっつけていきます。職業的に1日何十台と型に敷いていくんですけども、環境もね冷房がガンガンに効いたとこで手早くするので、練ってから型に敷くまで途中で冷やしたりっていうことはほぼしないんですけども、ご家庭だとやはり手慣れていないっていうのが一番の原因かとは思うんですけども、途中で生地がべちゃべちゃってしたらね、作業中の中途半端な形でもその都度冷蔵庫に入れて冷やしてあげるっていうのが回り道のようで一番失敗しにくいですね。型と側面が敷けたら、上にはみ出している生地を取って側面の生地をきれいな形に整えていきます。以前の動画で少し違うやり方で型への敷き方も解説しているので、もし型に生地を敷くのが苦手な方はね、一度ご覧ください。では型に生地が敷けたので、型紙を敷いて重しを入れて空焼きをしていきます。この時点でもね、生地がべちゃべちゃなら一度冷やしてから型紙を敷いてやっていきましょう。で、重しの量は側面の生地が焼いている間に落ちてこないように型いっぱいまで入れてオーブンで空焼きします。空焼きは160度のオーブンで40分焼きます。何も触らずで大丈夫です。こんな感じで中心の焼き色が少し薄いかなくらいになっていると思います。このままでもいいし、しっかりね焼き色をつけたいっていう方は紙も外した状態で10分ほど追加でオーブンで焼いても構わないです。では中に流すチーズクリームを作っていきますね。クリームチーズは室温で置いて柔らかくしておいて、塊がねないようにヘラで練っていきます。で、塊がなくなったら砂糖を加えて、ここからホイッパーに持ち替えて混ぜていきます。これはもう混ざれば大丈夫ですね。逆に空気が入ると良くないので、あまり混ぜすぎないようにします。で、そこに卵黄を混ぜて、サワークリームを混ぜて、最後に生クリームを混ぜていきます。
卵黄を加える時点から一気に柔らかくなっていくので、各材料を加えるごとにダマがないように注意して混ぜていきます。でこれで材料は全部混ざったんで、このまま流してもいいんですけども、舌触りとかね、滑らかさを一段とアップさせたいので、網を一度通して混ぜ残しだったり卵の固形物なんかをね取り除いていきます。ではできたクリームを型に流して焼いていきます。型いっぱいまでクリームを流して140度に予熱したオーブンで焼いていきます。140度っていうね、少し低めの温度に設定してるんですけども、これは焼き色をつけずに火を通していくっていうために温度を低く設定しています。焼き時間は25分から30分程度ですね。クリームが膨らみ始めたらオーブンから出して OK です。オーブンから出したら粗熱が取れるまで室温で冷まして、それから型を外して冷蔵庫で冷やしていきます。だいたい 3,4 時間冷やせば完成になると思います。では完成したタルトをカットしていきます。カットするときはタルトの側面に手を当てながら切ると割れたり欠けたりしにくくなります。これはね、優しいチーズクリームとサクサクの焼きたて生地のね、優しいコントラストがね、幸せな気分になりますよね。もしもっと味をくっきりさせたかったらレモン汁を入れてもいいですね。皆さんもね、いろんなアレンジをしながら作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。